がその自分に戻るってほしいって思うし、それがすごい大事だと思います。言いまくったから言いまくった。はい、改めまして日本画家の青山京子です。今日はインドから来日中のヒーラーの優香さんをお招きして、もともと今日ライブをする予定だったんですけれども、おとといクラウドファンディングで作っているオラクルカードがネクストゴール達成して、そのお礼も直接言いたいなと思ってちょっとこの場を作らせていただきました、ね、なんか本当にありがとうございます感謝しています。ありがとうございます、ね、カード楽しみにしてます。はい、ありがとうございますジナシバンブさんもありがとうございます。で、ちょっと自己紹介、皆さん優香さんとカフナカイミュージシャンのカフナカイさんで、本当古くからの友人なんですけれども、3月今年の3月にインドのゴアでサウンドメディテーションライブっていうライブを一緒にやってきたりとか、こう音や音のバイブレーションとかそういうものを音楽や皆さんの心の、目覚めになるようなそんな素敵な仲間たちで仲間たちです。ありがとうございます。はい、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。はい、こんにちは。ミュージシャンのカフナカイです。京子さんとは本当に長らく一緒にアートとミュージックと一緒に共同創造させていただいて、本当に魂からの響き合いでいろんな光も想像して今すごい豊かな人生を共にさせていただいてます。ありがとうございます。で、優香さんとも一緒にダンスもしたりとか、あとコラボでライブもしてきたりとかして、本当にちょっとこれからいろんなお話を聞けるんですけど、本当にこう魂の導きのような話をたくさん聞いてきたので、もうぜひ今日はもう皆さんに聞いていただけたらなと思って、私自身も楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も自己紹介した方がいいそうです。優香さんは、私本当に優香ちゃんのブログとか YouTube もなさってるんですけど、すごくそれのファンで本当に彼女の言葉から本質的ななんか気づきとか、なんか日常生活を送ってるとこうブレそうなところを本当に本質に戻してくれるような、その素敵な文章で、なんていうの、優香ちゃんのあり方とか生き方からすっごく影響を受けてるんですね。で本当にその言葉の一つ一つがね、なんかすごい今の日本の女性たちに必要なメッセージいっぱい送ってくださってるので、こうね聞いてもらいたいなと思って企画してくれてね。ありがとうございます。そう、なんか京子ちゃんとヒーラーの優香です。よろしくお願いします。京子ちゃんと出会ったのはどれくらい前？15年ぐらい前。もうそうだね。多分20年近く。20年は行ってないけど、まあぐらいな前で、その時もまあすでに京子さんは絵を描いてたんですけど、なんかその絵を見せていただいた時に、本当にその自分と、目指してる方向性って言ったらあれなんだけれども、魂のって言ったらちょっと深い話になっちゃうんですけど、それがすごい一緒の人だなってすごい思って、でそれからすごく話があって、それからずっとお友達なんですけど、今日こういう会を開いていただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね、で、この優香さん今来日普段インドに住まわれてて、今日本に来てるんですけど、もうこのタイミングでもうぜひ一緒にライブをやろうということになって、今度6月21日の夏至の日に東京の高尾で、3人ともう1人私の夫の音楽ミュージシャン
と一緒に青山正青山明正明さんねでサウンドメディテーションライブっていうのを行うことになって、本当にこの写真はインドのゴアでやった時の写真なんですけど、もうインドでももうすごい評判だったんだよね。そう、みんな感動してましたね。感動してて、やっぱりすごく音楽とかアートって言っても、このエネルギーを感じる。まあ音楽って言ったら音楽じゃないですか。だけど私たちがやってるのはエネルギーを感じながら、こう音を出したり、まあ絵を描くっていうことで、それがやっぱり初めての体験だったっていうので、まあお客様は、まあインドの方もそうだけど、西洋人の方もすごくたくさんいらっしゃって、で本当にみんな感動してましたね。はい。だからね、日本、ぜひ皆さんにもね、体験していただきたいなと思いますね。ねだからね、ぜひ。ね。はい。はい。最後に、これアーカイブ残そうと思ってるので、キャプションに情報とか、載せますので、ぜひ、いらしてください。そうです。私は、ライブペイントで参加するので、そうで、かなり大きな100号ぐらいの絵を、2時間ぐらいの時間で描こうと思っていて、それもちょっとね、なかなかしょっちゅうやるものじゃないので、本当にワクワクしてて、ぜひ東京方面の方は来ていただけたら、地方の方も全然そうです。地方の方も全然来てください。ダンサーの北海道に在住のダンサーリリス吉松里香さんが来てくださって、踊りも一緒に、はい、見れますし、本当に素晴らしいアートとミュージックの世界で、そうですね、魂に響く時間となると思います。なかなかこの言葉で伝えるのが難しいジャンルのものっていうかなんですけれども、やっぱり私すごく優香ちゃんから影響を受けたことは、まず何か始めるときにエネルギーが先に動いていくことが大事だよって言われてて、で本当に音っていうのは聞くだけで影響を及ぼすっていうか、そういうものだったりするので、本当にぜひ体験してもらうと心が軽やかになったりとか、自分の本当の内側に見つめることができたりとか、私もリハサル昨日してたんですけど、それ聞いてるだけで結構太鼓の音とかでドンドンドンってすごく自分が浄化されて整っていくのが分かって、ね、本当にすごい素敵な経験で、皆さんにも体験していただけたらなと思ったりしています。はい。はい。ありがとうございます。でじゃあそうですので、みんながやっぱり知りたい女性性、今日のテーマは女性性を使った現実化、もう頑張らなくていいっていうタイトルなんですけども、もう本当私も頑張っちゃうタイプなんですけど、ね、皆さんも本当にもう日本の女性はみんな頑張りすぎてるから頑張らなくていいってどういうことと思って、その秘密を優香さんに聞いてみたいと思いますね。よろしくお願いします。そうね、最近このテーマが私の中で流行ってるってわけじゃないんですけど、6年前ぐらいからアストロロジーのYouTube のチャンネルを始めて、それで星の流れとかもすごい見るようになって、その前からエネルギー、ヒーラーっていうの、チャネラーというので、エネルギーを感じて、クライアントさんと接するとか、そういうワークショップをやるっていうのをやらさせていただいたんですけど、その星の流れっていうのを見るようになって、より具体的にタイミングとかをすごく分かるようになったんですよね。で、去年の12月20日ぐらいかな、すごいフェミニンエネルギーとか女性性のエネルギーがすごく開いたなっていう瞬間の日があって、で、それまでっていうのは本当にそのフェミニンエネルギーで現実化するっていうのは、おそらく難しいまではないけれども、ちょっと難しかったと思うんだけど、でもその女性性のエネルギーが開いたっていうことでもっとなんて言うんでしょうね、現実化がまたちょっと違う感じ、楽になったっていうようなエネルギーの流れになったので、ちょっとそのことについてもうちょっと深掘りして話していきたいなって思うんですけど、
はいはい。まず女性性のそのフェミニティってそれがわからない方もいると思うので、その女性性のエネルギーっていうのはどういう？そう、女性性っていうのはもっとすごいもう直感的なものっていうか、すごくこうなんていうの、男性性エネルギーは割と頑張って何かをやっていくっていうエネルギーなんだけど、もっと受容的なエネルギーなんですよ。だからこうなんていう、受け入れてるっていうエネルギーが、まあフェミニティのエネルギーがまあ第一前提なんですね。だから普通はこう何かを目標を達成しようと思ったらやっぱ頑張ってやるっていうか、なんていう、まあもちろんそれは全然悪いことじゃないっていうか、絶対全部頑張らなければ何もならないから、それは絶対いいことなんですけど、まあ現代社会が頑張りすぎちゃうっていうか、ちょっと押しすぎちゃうっていう感じだと思うんだけど、そのフェミニのエネルギーを理解していることで、どれくらいの頑張りでいいのかっていう差し加減が分かるっていうか、なんかそのなんていうかな、普通にさ、頑張りすぎてる人を見ると逆に応援できなくなったりします。なんか分かりますかね。ちょっといっぱいいっぱいで入る余地がない。そうだけどなんか隙があった方がちょっと応援したくなるっていうか、でそのことによってちょっと前に出やすくなるっていうのかな。だから自分一人で頑張ってる人だとなかなかこうなんて言うんでしょうね、助けられないっていうのが、助けたい方も助けられないから自分一人で何とかするしかなくて、でそうすると逆に結果が出ないみたいな、わかります？そういう感じに。めちゃくちゃ自分がそういうタイプだからわかる。わかる。自分でやっちゃうから。やっちゃう。そう。確かに。そうそんな感じだったりするんだけど、でもまあいい、この第一前提っていうのでやっぱり。まあさ、もう本当の話を言えばさ、一番は自己愛が必要になってくるっていうか、自分の本質的なものが何なのかっていうのを知っていく必要性がまずあるんだけど、女性性っていうのを現実化するためには自分がこう誰なのかなんて絶対分かんないと思うんですけど、でも今で簡単に言ったらなんかこう本当にドキドキワクワク楽しめるようなことっていうのが何なのかっていうのを知ってる必要性があるんですよね。だから京子ちゃんの場合はきっと絵を描くことにこうパッションを持ってるんだろうし、かいちゃんの場合は声を出すことっていうのにこう、パッションを持ってるってことですよね。だからその自分の中でこうドキドキワクワクするっていうことが何なのかっていうのをまずは分かるっていう必要性があるわけですよね。だけどそこまでが結構みんなここの段階でも難しいっていうのもあるかもしれないんだけど、なんでかっていうと日常生活がさすごいこうなんていうんだろうな、もっとやるべきことっていうのが多いじゃないですか。お子さんのお世話とかなんて言うんでしょうね、やるべきことが多いからなんかドキドキワクワクすることに時間が割けないっていうかさ、そうだね、そのことが後回しになりがちかもしれない、そう本当は一番大事なんだけど、なんか後回しになっちゃうじゃないですか。それをまずは自分の中で何に対してドキドキワクワクしてるのかっていうのをまずは見つけるっていうのがすごい、まずは第一前提で大事なんですよね。でドキドキワクワクしてることって絶対その人にとっては才能があることで、なんかこうすごいこう神からもらったなんかすごい珠玉のものっていうかな、エッセンスっていうか美しいものなんですよね。ただの趣味っていうよりはそこに対して本当にこうなんてパッションがあるっていうか興奮する、私たちの場合はそういうアートな感じだけど、人によってはもっとさ多分全然違うことでドキドキワクワクするって方もいると思うんですけど、そういうことをまず探すっていうのはすごく第一前提なんですね。でそれが1っていうのと、あとすっごい深い話になるんだけど、私たちのすごい深い話だよ。大丈夫大丈夫分かんなかった。ちょっと質問今分かった？分かってる？ついてきてくれてる深いところでごめんね。ごめん。そしてあとさ、私たちがこの守られてる存在ってことを忘れちゃうんですよ。だから私は個人で生きてるって思っちゃうんですよ。私は島田優香っていう名前なんですけど、私は島田優香をもう一人で生きてるって思いがちっていうか、だけど本当はさ、私たちって宇宙の子っていうか神の子なわけですよ、みんな。だからすごく
なんていうかな、ベースがあるっていうか、神が土台を作った上で、とても面白いですって。嬉しい。ありがとう。聞いて。もちしばださん、ありがとう。ありがとうね。まあ、それはいいんだけど。本当にでもゆかちゃんの話面白いから。面白いからね。もうこれインドでちょっと話割り込んじゃいましたけど、もうずっと聞いてて、もうこれ絶対日本のみんなにも聞かせたいと思って、もう今日実現したんです。これも実現家だから。そうだね。そうそうそう。で、なんか戻しましょう。コメントをちゃんと。そうそうそう。ベースがあるんですよ。でもみんなさ、ベースがあるっていうのを忘れてるんですよ。要は宇宙っていうのがあって、私たちはまあ神の子って言ったらちょっと宗教チックに聞こえるかもしれないけど、でもさ、私たちって絶対自然の一部なわけじゃん。自然の一部として私たちは生まれてきてるわけだから、だからそこにこう、なんていうのかな、守られてる存在なんですよね、まず第一に。だから、まず守られてないって思うことが、おごりって言ったらあれだけど、なんかそこを忘れちゃってるわけよ。だから一生懸命一人で頑張っちゃうわけ、まず。だから、まずは、自分って守られてたんだっていうのは、まず、気がつく必要があるんだよね。でもどう気づくのっていう。難しい。だってさ、ほら、本当は守られてるものなんだけど、それを忘れちゃってるわけだから、忘れてるってことも忘れてるよね。そうそうそう。だからさ、もうここはさ、本当にぼんやり自然とか見てさ、例えば草とさ、自分が何が違うのかっていうと、その草たちだって守られてるわけだし、そしたら私も守られてるはずぐらいな気持ちを持って、もうシンプルにそこはもう、だってそうじゃない、普通に考えてさ、そこの中で私たちが生きてるわけじゃないですか。そこはわかりますよね。そこをまず、そうだったんだっていうのを気づくっていうのは、そうですよね。すごくでもシンプルだけど大事なことだね。そう。で、きっと、こんがらがっちゃってる人とか、私とかもずっとそうだったんだけど、そうすると、何か、何とかしなくてはいけないっていう、何か別のことをやろうとしたり、誰かに助けてもらおうとしたり、余計なんか違う方向に行きがちなんだよね。だからそれ本当は戻っていくっていうのは、また自然の中に入ってみるとか、本当にこうシンプルな。シンプルでお金がかからないことなんだよね、本当はね。そう、だから本当に、まあちょっと話は脱線するけど、なんかスピリチュアルまあ私も一応ヒーラーだけど、そういうところにいっぱいお金を払う必要ないと私は思ってる。そう、私も自分でセッションとかやってますけど、でも別に宣伝とか全くいいっていうか、本当にもう、なんか、本当に無料って言ったらだけど、私たちは本当に自然のものだから、そこでもう育むことは実際できるってことが分かるっていうのは必要。生命体として、その植物も私たちも同じだから。そうだよね。そういうことです。それを見てれば分かる。そう違うんだっていう、差別しちゃうことで、やっぱ違ってきちゃうから、みんな同じなんだっていうところを思い出したりね。そう。そしてまあさっきの話なんだけど、そのワクワクするっていうのは、もう神からいただいた光なわけですよ。ワクワクしてる。そのドキドキワクワクしてるっていうのは、そのコンタクトしてるからドキドキワクワクしてるものなわけ。だからすごい大事なソースなわけですよ。その自分がこう、そこに対して興奮するっていうか、パッションを持てるっていうのは、なんかすごい宝石のようなものなわけですよ。だけどそこをさ、ないがしろに結構しちゃってるじゃん。現代社会ってもう忙しいからとか。だけど本当はもうものすごい神からもらった大事なものだから、それにすっごいこう着目しないといけないわけなんですよ。ね、この2点分かりましたか？分かりました。分かりました。自分のこととしてやっぱり考えて。そう、私も本当にこう、わけわかんなくなっちゃうけど、やっぱり絵を描くことで自分に戻る時間というか、だからそういう何かが、本当にそれって全員にあることだよね。自分で何かそれをキャッチできることね。そう。ね、で、なるじゃない？で、その自分がじゃあベースがあってワクワクするものがあるんだって思ったら、それを表現したいってやっぱり思うっていうか、そこから現実化、自分の種を出していきたいって思うのはもう普通のことなんですよね。自分人間として。だから今まではさ、その会社員とかじゃないと、会社員の方が悪いってわけでは全くないけど、なんかお金を稼ぐための職業、自分を殺してでも、そっちに行かなきゃいけないっていうのは、まあ教えられてきちゃった部分もありますけど、
本当はもう本質に帰るっていうことが最もパワフルな、んで、要は神からもらったものだから、それで本当はなんか自己実現していかなければいけないまで言わないけど、でもそういう生命体なわけですよ、私たちは。でだから全員が本当はその力を持っているわけなんですよ。大丈夫ですかここまでね。あ、そう。コメントもすごい。すごいですか。コメントもすすごいですよね。ちょっとどこでお話どこで紹介したいのかそうですよ。みんなありがとう。本当に、もうワクワク、お話聞いてワクワクしますとか、ありがとうございます。外側に正解を見つけようとしていましたが、京子さんの内側にあるんだというメッセージが胸に響きました。ありがとうございます。本当に私も絵を通してそれを伝えたいと思っているので、とっても嬉しいです。魂燃えるものが35歳でやっと見つけた。おめでとう、みんな見つかってる。でもだからそれがその女性性が開いたっていうのは、そういうことをした方が生きやすい時代に変わってきたっていうのもそうだし、そのエネルギーが流れてくるようになったわけなんですよね。で、そのフェミニンのエネルギーって割と今までその封印されていたようなエネルギーだったわけですよ。だからすごい結構男性性の社会だったって今までね。だけど、その私たちが本質に帰っていかなくちゃいけないっていう時代になったから、その女性性のエネルギーがすごいこう出てくるような時代になってきたわけなんですよ。だから私たちが本質に帰るときに、ごめんね繰り返しちゃってそのエネルギーを使って現実化していきましょうねっていうような、時代に入ってきたわけなんですね。でもそのことをさ学校とかでも教わってないじゃないですか。当然ですけどね、道読とかさ、今ってあるのそういうのあるのかな。道徳の時間ね。でもそういう本当の本質的なことは教えてもらえないよね。いい子でいるとかさ、何が正しいかとか教わる。迷惑をかけないとかね。そう。だけどさ、その迷惑をかけないっていうのもさ、なんていうのかな。自分が本質でいて、自分の中の正義っていうのかな。が、本当に道理にかなってるんだったら、なんか本当に人に嫌われてもって言ったら申し訳ないけど、その自分の生命体がそうであるんだったら、それをするべきって言ったらあれですけど、それが私たちのやらなければいけないことだと思うんですね。で、もし、万が一嫌われちゃったとしたら、それはちょっと、なんて言うんでしょうね。その相手の方のもしかしたらエゴっていうか、だって自分は自分としてしか生きられないわけだからね。普通に、だって自分がバラだったらバラになるしかなれないし、それをやってるだけでもし嫌いって言われちゃったら、もう申し訳ないけど、それはね、その方その人の疾患であって、関係ないから、とにかく自分であるってことはしていかなくちゃ、いけないわけなんですね。でも、そこが結構、私もそうですけど、日本の人って、迷惑をかけちゃいけないとか、みんなと一緒じゃなくちゃいけないっていう、教育とかも強いから、すごい結構嫌われたくないっていうのは自分もすごく根深くある。そうだね。でも本当に本当の本質的にそれがこう燃えるようにあるんだったら、万が一嫌われたとしても、本当にそっちを取った方がいいと思うんですよ。だから本当に私の話で言ったら私も嫌われてきたっていうか、我が道を行くっていう風に私は選択してきたし、私は誠意を尽くしたつもりだけれども、でもさ、やっぱりそれでも、例えば私の場合海外行ってとか、一見自由そうにすごく見えると思うので、あとちょっとヒーラーっていうちょっと特殊な仕事をしているし、でもそれはもう変えられないことじゃないですか、本質的なことだから。だから、そこで嫌われてもさ、もうしょうがないことっていうのは、私とはもう関係ないっていうか、ってことだからね。だからそれを選択まずしなくちゃいけないっていうのはありますよね。そう。でも、私、ゆうかちゃんの話聞いててすごく素敵だなって思うのは、だからみんなちょっと迷ってさ、こう混沌と分かんなくなっちゃうんだけど、宇宙の本質を研究していくのが好きだってお話してるじゃない。だからさ、それってすごくシンプルなところに行ったりとかするじゃない。だからちょっと複雑になりすぎな私たちが、なんていうのかな、本当に戻っていけるというか、今の例えば人に嫌われたくない思いで生きてる人がそれをなんで手放せないのかっていう話だとかだと、
なんかすごい嫌われるという表面的な出来事があっても、やっぱりその自分に与えられたすごい宝物を、それを大事にするのが本当に普通のことだから。そう本当に普通ですよね。そう当たり前のことをしてるだけっていうか、だよね、シンプルに、だって自分がそういう生命体だったらそれやるしかないっていうかさ、なんかね、でそれでなんか嫌だって言われてももうnot my business みたいな、なんか私のビジネスじゃないって感じ、私のあれじゃないみたいなさ、そうなんか。ね、でも本当何かやるってことは、いろんな人がいるから、私もこうやって活動したり発信したりして、ちょっと友達に嫌味言われたりとか嫌だなっているから、それあるよね。もうそれはずっともう自分がその絵を描き始めた時のそのつきものっていうか、セットで自分らしく生きていこうとすると、必ず何かそういうある。でそれでもそれをこう本当に玉ねぎの皮を剥くようにちょっとずつやって、そしたらだんだん打たれ強くもなってきたし、自分の本当に進みたいところへ進めてるっていうことが分かってきたから、今はねもうちょっとずうずうしくもなったけど、でもねきっとこれから新しいことを始めたいとか、怖いって方もいると思うので、その本当に戻っていくっていうねことをね。そうで今はその恐れが出ちゃったとしても、本質を選択するっていうもう時代っていうかまあ、時代っていうで片付けたくはないけど、その方が本当にいいと思いますね。でもうそれで生きていくような、本当に時に入ったなって私は思ってるから、だから絶対そっちを選択していくっていう方がいいと思う。だから恐れを、怖いんだけどやるっていうか、まあ、やっぱり怖かったからそれをさ 100% なくならないかもしれないけど、怖いけどやるっていう風になんか選択していただいた方がいいかなっていう風に思うんですよね。そう。いや本当だね。でそれで私ちょっとぜひゆかちゃんに話してもらいたいのが、その何か例えば、自分がやりたくない仕事をしてるけどやめられないっていう人とかも多いと思うんですけど、それってさ、なんか本当は自分の好きなことやりたいけど、でもお金がなくなっちゃうから怖くてできないっていう人も多いと思うんですよね。そこに対してなんかアドバイスありますか？でも本当に自分っていうのとつながったら、お金も絶対サポートされるようにはできてるはずなんですよ。なんていうんだろう、やっぱりさ、まあ、神の子っていう宗教的なことを言いたくないけど、でもなんか自然の子供たちじゃないですか、私たちっていうのは。だから本当の光っていうのに自分の中のなんていうのこう光っていうものにつながった時に、もちろんそれはさ、なんていう多少の努力は必要ですよ。もちろんその努力をしてやり続けたりとか必要だけれども、そこで必ずなんていうのまあ生きていけるっていう状況にはなるっていうのは、まあ法則なんですよ、宇宙の原理。だからもちろんすぐにさ会社辞めてバーンとそっちに行けとは言わないけど、やっぱり徐々に移行していくっていうのはいいんじゃないかなって、まあ私は思いますけどね。そうだから私もちょっと分からなかったことで、ゆうかちゃんから知ったことが、やっぱりエネルギーを整えていくことが先なんだよっていう、頭で考えたこととかで計画を立てるんじゃなくて、なんか整えていくっていうことでやっぱりさ一番コアとなるものがさ、この音とかだよね。そこにそう確かにっていうか、ここに来るいやちょっとそうだなと思うんだよ。でもそうだよ。だからなんだろう、すごくさ、私は音楽じゃなくてエネルギーを変えたいんだっていつも言ってて、そのエネルギーを変えていくっていうことは、ゆうかちゃんにとってはそれが生きる道っていうか当たり前のことで、本当はその地球もそういうさ、お金も何も全部物質的なものもエネルギーでできてるんだけど、みんなやっぱり目に見えるものにこう左右されちゃうからさ、そこで混乱が起きてると思うのね。でそのエネルギーってなんだろうみたいな、なんかさ明るい気持ちとかさ、なんか走ったらなんか
エネルギーに満ちてきたとかさ、そういうレベルのことじゃないじゃない、もうちょっとさ、こう複雑だったり、こう大事なことだから、そのエネルギーについてちょっと聞きたいね。エネルギーについて、エネルギーはだから整えるものなのかな。そうだね、自分に戻っていくっていうものだよね、エネルギーはね。だけどなんていうかな、やっぱり自分のエゴに気がつくっていうのも大事だよね。エゴに気がついて整えていくっていう。それもすごい本質すぎてね。待ってそこはね。ちょっとさ、今深い話になっちゃったから一回リセットして。ちょっといいですか。なんかそのエネルギーにちょっと関わる。ワクワクをどう進めていくのか毎日、いまいちわからないです。結果がなかなかついてこない。頭では分かっているのですがっていうのを。そこへ行こうと思います。それで、ワクワクするじゃない？ワクワクして、で、その時にさ、フェミニンエネルギーって話に入るんだけど、そのフェミニンエネルギーとその男性性エネルギーっていうのがあるのね、世の中に陰陽とかあって、でもフェミニンエネルギーから最初に生まれてくるんですよ、宇宙っていうのは。フェミニンエネルギーから来て、男性性エネルギーっていう風になってるものなんですね。で、そのフェミニンエネルギーっていうのはその直感的なエネルギーなんですよ。で、まず自分がワクワクしてますよね。で、ワクワクしていると、なんていうのかな、そこでやっていこうってまず思いますよね。で、そうすると、そのフェミニンエネルギーやってきた時に直感のようなものが来るんですよ。で、直感のようなものがやってきた時に、なんかそのワクワクをどうしたらいいのかっていう、なんかシグナルのようなものが来るんです。例えば勉強してみたらどうとか、ちっちゃいことなんですよ。なんかご飯とか健康的なものを食べた方がいいよとか、なんかちょっと歩いた方がいいんじゃないとか、なんかそんなさ、すごいことじゃないんですよ。なんかね、私たちイベントとかやってるけど、そういうもうさ、大それたことじゃなくてもよくて、もっとすごいさ、家片付けた方がいいよとか、なんかそういうさ、些細ななんかことから始まるんですよ、そのシグナルっていうのは。で、そのシグナルを無視しないで、まずやってあげるっていうことを繰り返すんですね。自分のこの光と来てる直感を、とにかく、ちょっとずつちっちゃいことでもいいから、やり続けるっていうことをしてあげることで、その男性性エネルギーが入ってくるようになるんですよ。で、そうすると、そこから現実化が始まるんですよ、一個ずつ。例えば、私海外に住んでますけど、もう英文科卒業したこととかは全くなく、ただもう英語勉強した方がいいよっていうガイダンスが来て、自分でただ勉強して、それをずーっと続けたら、もういつの間にか喋れるようになったみたいな。わかりますかね？そういうなんか、なんていうんだろうな、そう特別な大学出てとかじゃないんだけど、なんかそのシグナルを見逃さずに、普通にコツコツやってたら、まあ、海外コミュニケーションができるようになったみたいな、そういうサインを見逃さずにやり続ける。ですよ。で、それってさ、大したことないってみんなさ、そう思わない？なんか、例えば私みたいに英語喋りたいっていうのは結構みんな思うようなことだと思うんだけど、そのシグナルが来てもやらないから、結局その現実化しないわけですよね。だから、まずそのシグナルが来たらやるっていうちっちゃいことでも、例えば片付けるとか、なんていうの、部屋を、なんかこうちっちゃいこともやるんですよ。で、それをやっていくことで、だんだんこう、現実化がどんどん始まっていく。だから、まあ、例えば私だったらもう、それで海外に住めるチャンスがやってくるとか、次はなんかこう、海外で仕事ができるチャンスがやってくるとか、次ってもう来るっていうか、最初からもういきなり外国住めるとか、そこでお金を稼げるとかじゃないんだけど、なんか一個ずつやってって、なんかそこからこう、なんか始まってくるみたいな感じなんですよね。だからそのサインをこう見逃さないっていうのが大事でさ、みんなもうさ、なんかちょっと怠惰になっちゃったりするじゃん、それ。なんかいっかとか、あと怖いからやっぱりさ、やっぱり自分の本質を出すのってさ、なんか自分の生身の自分を出すのって本当に怖いっていうか、そこで評価を受けるのってすごい怖いから、なんかやりたくないんだけど、でも、なんかやっぱりやらないとさ、やっぱ本当の意味で本質に帰るってことはやっぱできないから、だからもうそれに対してある程度の、覚悟って言ったらなんですけど、まあ決めていくしかないのかなって、っていうふうに思うかな。シグナルが来たらやる。
そうそうそう。だから本当にそう、コメントなんかさ、特別なことだと思うんだよね。だってうん私とかもさ、ヒーラーだから、うん優香さんだからできるんじゃないのとか言われちゃうけど、私だってすっごいちっちゃいことからやってるし、別に日常的なさ、掃除とかさ、掃除をきちんとしようとか、なんか、誰にも見てられないような、すっごい暗いって言ったらだけど、なんかシンプルなことをやり続けてて、それがこう、重なり合ってやってるだけなんですよ。だから別にすごいさ、華やかな、なんか、をいきなりボンってやったわけでは全くなくて、その地道な積み重ねなわけですよ。ちょっと質問で、はいはい、シグナルとはどこに浮かぶものですか、心ですか、やりたいということでしょうか。そうね。心っていうかさ、人によってさ、まあでも基本的にはシグナルってエネルギーで言ったらここに来るんだよね。額にポンってくるもので、思考ではなくて、なんかもっと第六感的な感じでポヒョってくるような感じのものなんですよ。で、考えでやるっていうのはダメなんですよ。だから運動しなきゃとか痩せなきゃとかそういうんじゃなくて、なんかこう、もうポンってこう直感的に、これだって思うようなことをすごい大事にするっていうことなんですよね。で、それをこう見逃さずにやるっていうと、なんか神っていうかその宇宙とのコネクションがどんどんこう訓練されて研ぎ澄まされてくるようになるから、だからそれとにかくドンダンダンダンってやってると、そこからこうなんか現実化が始まってくる。でだんだん本当にちっちゃいこと、本当に誰かと仲良くなったとか、なんか今まで本当に嫌いだったご近所さんとうまく話せたとか、本当にちっちゃいことからかもしれないけど、そういうことからもどんどんこう現実化が始まってくるんですよね。だからそういうなんかことがすごい大事。まあ本当に京子さんとかね、大きい絵描かれてるけど、でも本当にそこを目指さなくてもいいって言ったらなんだけど、それは京子さんならではの、ね、個性っていうかさ、だからみんなそれぞれあるっていうか、本当になんていうの、シンプルな主婦だからとかできないとかってことじゃなくて、すべての人にそれはある力なんですよ。個性がある。しかもそのシグナルを感じている自分なのに、そのシグナルをやらないとやらない自分を感じてしまって、そのエネルギーになっちゃってますよね。そうだよね。そうだよね。だからできなかった自分にこう、を責めちゃうみたいな。とか、その状態のエネルギーになっちゃうからね。気づいちゃったらもうね、そうだね。やらないとね。そうだね。だからもうシンプルにやるっていう風に、やってった方がいいのかなっていう風に思いますね。でも本当わかるんだよね。怖いからね、自分と繋がって本当の自分を出すっていうのはさ、自分のさ、本当に柔らかい部分をさ、こう社会に提示させるっていうのは、本当にそれはわかりますよ。怖いって。私たちだってね、嫌われたことが経験があるし、何されるかわかんないのはわかるんだけど、でもそれをもう隠してたらもうやっぱり始まらないから、だからある程度のね、覚悟を決めてやるしかないのかなって思うんだけどね。できそうな気がしてきた。ね、本当？ね、皆さんもどうですか？できそうな気がしてきません？もう悩んでいました。良きタイミングで心強い言葉がたくさん勇気をいただきました。ありがとう。そう。で、もういい。今何分かあった？もういいかな、41分で。そう、そんなわけで、そのライブの話になるんだけど、このさ、その出演者っていうのがいるじゃない？ 1、2、3、4、5人いるんですけど、で、それを私たちなりの、例えば、かいちゃんだったら歌であるって、京子ちゃんだったら絵であるって、私だったらそのドラム叩いたり、声を出したり、ダンスしてるっていうのは、私たちの本当の本質的な部分からやってることなんですよ。本当に別に趣味でやってることじゃなくて、自分たちの魂の部分から、もう京子ちゃんの旦那さんの、青山さんとか、ダンサーのリカちゃんとかも自分のこの真実を投げ出してやってることなんですね。だからみんなっていうのは、真実を投げ出してってかっこよくない？そうじゃない？真実を投げ出してるなって思ったよね。ちょっと真実を投げ出してってすごくないですか？そうでしょ？違う。素敵な言葉。皆さんこれから真実を投げ出して。そう、皆さんの真実を投
その感覚だよね。その感覚だよね。エネルギー的にね。そうそう。だから私たちはその真実でやってるもので、でただこう音楽が好きだからっていうことじゃないんですよ。だからっていうのをこう本当にそれがだからバイブレーション、私たちの本質のバイブレーションで生み出しているもので、でこれはもう本当になかなかまあね、現代社会そういうのをやっぱ隠してる時代だから、なかなかそれってなんか体験できないものだと思うし、なんかそれがどういうことなのかっていうのを本当に私はなんか本当にライブに来てっていうのを知ってもらいたいなと思います、皆さんに。本当にそれどんなにそれが大事なことなのかっていうのをなんかこう知ってもらいたいなって思いますね。本当なんか、ゆうかちゃんの生き方自体が本当にすごくて、なんかもうね、もうレールから外れてるっていうか、もうすごい独自なのね。だけど、すっごく幸せで豊かで、願いをすべて叶え、なんかいろいろ傷ついたこととか、日本の社会に、こう、どうしても相入れないとかは、ごめんね、あったと思うんだけど、だから、なんかその生き方っていうのが本当に最先端だなっていつも思ってて、なんか日本で生きてて、こう、マスコミで言われてるようなこととか、なんか、こう、そういうこと以外に世界があるっていうか、また日本のこのスピリチュアルな世界っていうのもちょっと独特で、なんていうのかな、なんかちょっと、なんていうの、エゴがあるっていうか、自分なんか願いを叶えるとかさ、お金がいっぱい入ってくるとかさ、まあみんなそういう面はあるんだけど、なんかすごく大きなもののちょっとの一部のところって気がしちゃって、でも本当は全部つながってて、自分が本質的に生きていくってことが自分も幸せになるし、周りも幸せになるし、世界も地球も幸せになるっていう、それが結構そのゆうかちゃんの話聞いてると本当にシンプルにこうつながっているんだなって思える。そうだからそれで私たちは本質的なものっていうか、例えば今は3人いて、かいちゃんと京子ちゃんと私がいて、本質的なもので、それもなんていうの、パーツは違うけど、私たちはやっぱりつながっているっていうか、ワンネスなわけですよね。だから例えばその、ね、クラウドファンディングで京子ちゃんがすごく、うまくいきましたってなっても、その私たちの兄弟がうまくいったみたいな、なんていうそういう感性なわけですよ。だからさ、なんていうのかな、分離して考えちゃうと、例えば嫉妬するとかさ、いろんな気持ちがあるじゃないですか。だけど、その私たちの本質に戻ってると、兄弟っていうか、その私たちの魂の一部がこう輝いてくれたっていうふうに思えて、本当に幸福感もあるし、だからそういうなんていうのかな、本質に帰ることによってすごいいいことだらけ、なんかその心も豊かになるみたいな、そういうのもすごく起こる。できっとこのライブを見てくださっている方って私の絵とかからこう、好きで見てくださってると思うんですけど、その私の絵を見てくださってる方もみんななんか本当はそういうふうになんかもうすでにそういうふうに生きてる方もいるかもしれないんですけど、なんか同じようにこう魂のつながりっていうか、なんかそういうものをすごい感じるんですよね。そうみんなつながってるの、ここでもその場でも。だからそういうだから自分の輝きを出していくことで、なんか自分一人じゃないっていうか、私たちは一緒のこうグループっていうんじゃないけど、そこでやってるっていうか、でも自分の個性はある。自分の持ち場はあるんだけれども、だからそれを忘れずにいるとさ、すごく強くもいるし、仲間もいるんだっていう中で、なんか自分が立ち上がることもできるし、だからそこをこう忘れないでやっていくといただくといいかなと思いますね。だから私も皆さんのことを、私もすっごくクラファンで応援していただいて、勇気や本当にいろんなものをいただいたんですけど、本当に私も皆さんのことを応援してて、なんか、会ったことない方もね、たくさんいると思うんですけど、何かでつながってると思うので、こう一人一人がこう自分の本質に戻れたら、自分だけのことじゃなくて、皆さんからみんなにつながってるっていうので、ね、すごい素敵だよね。そこでさ、やっぱり一人でも多くの人がやっぱ輝いてほしいというか、その自分に戻るってほしいって思うし、それがすごい大事だと思います。ね、そういう、思いますね。じゃあこれはもういいね。言いまくったからいいね。じゃあもう6月24
21日はねぜ夏至のひいらし日にてください。高尾で、詳細はキャプション。はい百姓まで。はい、キャプションから、そうです。これは普段、私と、カフナカイさんと、うちの夫の青山さきと、いつもは YouTube のライブ配信でやっているんですけれども、これは本当に、リアルに対面していただいて、私も皆さんにお会いしたいですし、私が絵を描いているところも、ちょっと楽しんでいただけるかなと思うので、よかったらいらしてください。お待ちしてます。してましてます。じゃあありがとうございあーます。ちょっと待って、急に終わるんじゃあ、違うちょっと待慣れてないから。慣れてない私も慣れてないですけど、今日はでも本当に、私の大好きな2人のお話を聞いていただいて、ライブ聞けて、あ、ごめんなさい、本当でね、コメントもありがとうございました。ゆうかさんは、インスタもやっていますし、YouTube の星の光の虹、庭ラジオ。星の光の庭ラジオで検索していただくと出てくるね。それもすごくこう、その時の星の配置とか、語ってくださってて、私も大好きで大ファンなんですけど、ぜひそれも、フォローしてみてください。で、カフナカイさんもインスタはやっています。お願いします。ははいい。ぜひライブでお会いできたら嬉しいです。ね、よろ体感しにしくお願いします。ありがとうございます。はい。いろいろコメントもたくさんありがとうございました。ね、ちょっと全部ね、全部心強いです。兄弟の成功を喜ぶ。そうですね。真実とは。私の真実とは、真実を投げ出す。皆さんできる。投げ出そう。素晴らしいです。ありがとうございます。ね、私たちちょっとあんまりこういう、こういう機械っていうか、そんなにすごいに得意な方じゃないので、ちょっと聞き苦しかったり、進行が変だったかもしれないんですけど、ちょっとハートが伝えられたらいいなと思って、はい。で、アーカイブも残しますので、ね、皆さん、たくさんの方にお聞きいただいて、本当にありがとうございました。クラウドファンディングも応援していただき、ありがとうございました。今、カード制作中なので、素敵なものが届けられるように心を込めて頑張りたいと思います。楽しみです。楽しみですね。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。